みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介するのは、とってもロマンチックな国、フランスなのだ。実はね、みんな、知ってたのだ。フランスには、亡くなった人と法的に結婚できる、死後婚っていう、ちょっとびっくりな制度があるのだ。生前に結婚の約束をしていたり、特別な理由があれば、大統領の許可を得て、本当に夫婦になれるらしいのだ。すごいのだ。今日は、そんなフランスの話題も織り交ぜながら、全部で5つのニュースをずんだもんがお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。中国の制裁を受ける NVIDIA、AI 普及拡大を強調っていう記事なのだ。みんな、NVIDIA って知ってるのだ。中国から少し制裁を受けているのに、AI、人工知能が世界中に広まっていることを大きくアピールしているのだ。すごいのだ。最近の決算発表では、売上が前の年より 56% も増えて、467億ドルを達成したのだ。そして、過去1年間での売上は1650億ドル、純利益は860億ドルにもなったのだ。これって、もう記録的な利益なのだ。どうしてこんなに儲かっているかというと、NVIDIA は AI サーバー用のマイクロプロセッサの分野で、誰にも負けないトップの会社だからなのだ。みんなが NVIDIA のチップを欲しがっているのだ。その結果、株式市場での NVIDIA の価値は、なんと4兆4000億ドルにもなって、マイクロソフトやアップルよりも高くなって、世界で一番価値のある会社になったのだ。びっくりなのだ。NVIDIA のコレット、グレス最高財務責任者さんが言うには、私たちは、すべての産業を変える新しい産業革命の始まりにいるのだ。で、そして今後10年で AI のインフラに3兆ドルから4兆ドルも投資されると予想しているのだ。って言っていたのだ。未来がとっても楽しみなのだ。ただ、アメリカと中国の間で貿易の問題があるから、NVIDIA が中国にチップを輸出できるかどうかは、まだわからない部分もあるのだ。でも、AI の大きな波はもう止められないのだ。NVIDIA がどこまで行くのか、ずんだもんもワクワクするのだ。この動画が面白そうだなって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。じゃあ、早速本編で、一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は、華やかなヨーロッパの国、フランスについてご紹介するのだ。フランスは、ヨーロッパの西部に位置する大きな国で、北はイギリス海峡、南は地中海に面しているのだ。首都は、世界中の人々を魅了する美しい都市、パリなのだ。エッフェル塔やルーブル美術館など、見どころがいっぱいなのだ。この国は、18世紀のフランス革命によって、現在の共和制の基礎を築いた歴史を持つなのだ。自由、平等、博愛の精神は、今も国のモットーとして息づいているのだ。政治体制は共和制で、大統領を国家元首とする反大統領制を採用しているのだ。人口は約6800万人ほどで、多様なルーツを持つ人々が暮らしているのだ。豊かな文化と歴史が混じり合い、独自の魅力を作り出しているのだ。主要な産業としては、まず観光業が挙げられるのだ。毎年世界中から多くの人が訪れるのだ。他にも、ファッションや高級ブランド、美食といった分野で世界をリードしているのだ。航空宇宙産業や農業も非常に盛んなのだ。特にワインやチーズは世界的に有名で、食文化はユネスコの無形文化遺産にも登録されているのだ。現在、フランスは地球温暖化対策や再生可能エネルギーへの移行に積極的に取り組んでいるのだ。また、EU、ヨーロッパ連合の中心国として、ヨーロッパ全体の安定と発展にも大きく貢献しているのだ。来年にはパリでオリンピック、パラリンピックが開催される予定で、世界中から注目を集めているのだ。歴史と文化、そして未来への取り組みに満ちた本当に魅力的な国、それがフランスなのだ。一つ目のニュースなのだ。政治不安に苛立ちと不安を抱く経営者たち、
という記事なのだ。フランスの経営者のみんなが今の政治の不安定さにとてもイライラして心配しているのだ。メデフが8月27日と28日に開催したフランス起業家会議企業トップたちは長引く政治危機の悪い影響をすごく心配しているのだ。この会議でメデフのパトリック・マルタン会長が話したのだ。首相が9月8日に政府の信任投票を行うと発表したことについて、マルタン会長は首相の意見を支持したのだ。マルタン会長は首相がフランス国民に国の状況がとても深刻だと警告してくれたのは正しい判断だったのだと言ったのだ。でも同時に政治家たちには党派争いをやめてもっと大きな視点で考えてほしいのだと強く呼びかけたのだ。残念ながら今はまだそれが実現しそうな様子が見られないことにとてもがっかりしているのだとも話したのだ。フランス各地から集まった多くの企業経営者たちは政治家たちへの強い不満を隠せないでいるのだ。リヨンにある換気システム会社のアルデス社長スタニスラス・ラクロワさんも、もし政治家が自分の利益じゃなくてフランス全体のことを真剣に考えてくれたらきっと良い方向に向かうはずなのだとコメントしたのだ。経営者たちはこの政治の混乱がみんなの会社や経済に悪い影響を与えることを心から心配しているのだ。だから政治家には早く安定した状況を作ってほしいと願っているのだ。2つ目のニュースなのだ。中国の制裁を受ける NVIDIA AI 普及拡大を強調という記事なのだ。NVIDIA って知っているのだ。中国から少し制裁を受けているけど AI 人工知能が世界中に広まっているって大きくアピールしているのだ。すごいのだ。最近の決算発表では売上が前の年より 56% も増えて467億ドルを達成したのだ。そして過去1年間での売上は1650億ドル、純利益は860億ドルにもなったのだ。これってもう記録的な利益なのだ。どうしてこんなに儲かっているかというと、NVIDIA は AI サーバー用のマイクロプロセッサの分野で誰にも負けないトップの会社だからなのだ。みんなが NVIDIA のチップを欲しがっているのだ。その結果、株式市場での NVIDIA の価値はなんと4兆4000億ドルにもなって、マイクロソフトやアップルよりも高くなって、世界で一番価値のある会社になったのだ。びっくりなのだ。NVIDIA のコレット・グレス最高財務責任者さんが言うには、私たちは全ての産業を変える新しい産業革命の始まりにいるのだ。で、そして今後10年で AI のインフラに3兆ドルから4兆ドルも投資されると予想しているのだって言っていたのだ。未来がとっても楽しみなのだ。ただアメリカと中国の間で貿易の問題があるから、NVIDIA が中国にチップを輸出できるかどうかはまだわからない部分もあるのだ。でも AI の大きな波はもう止められないのだ。NVIDIA がどこまで行くのか、ずんだもんもワクワクするのだ。フランスは魅力的な国だけど、政治の不安定さや社会の課題も見えたのだ。AI はすごい勢いで進化して、北極も熱い注目を集めているのだ。たくさんのニュースを通して、世界のいろんな側面が見えてきたのだ。これからも、ずんだもんと一緒に世界を深掘りしていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕
くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。